だって誰もが自由な意識に戻るのはワクワクすることだもの。一人一人が制限を学んだ意識で地球で生きて、分離の惑星を作ってきて、みんな誰もがストレスを感じるような生き方を作ってきたけど、これからは本当に無限に対してオープンになって、情報を全部自分でそれぞれが取れるようになると、表し方はもうワクワクしたものになるし、全てが自分の中にあるって分かったら、摩擦も争いもなくなっちゃいますよね。人のものを取らなきゃっていう思いにならないから。私たちって外に意識を向けて眠ってきたので、外の現実がすごくリアルに見えるんですね。本当に起きてるように見える。ところが目を覚ましていくというのは、外に使ってた意識を自分の方に戻していくことになるので、そうすると自分の方の広がってる意識の方がリアルになっていき、現実は柔らかくなっていく。捕まり棒がなくなって、でも確実にそれがなくなって、捕まり棒としてたものが壊れていくから、やってもやっても今までのやり方が使えなくなるってことを学んだ時に、人は初めて立ち止まり、新しい情報を受け入れることを許すでしょ。そこで初めてまっさらになってゼロからのスタート。そうすると発想を許すんですよね、今までと違う発想。そこに向かっていってますよね。Ever wonder if there's intelligent life elsewhere in the universe? Well, I have. I've been wondering since I was a kid. My name is Ruben Langdon, and on March 29th, 2007, in the middle of the day, I saw a number of strange objects in the sky. Coincidentally, I was working on the film Avatar at the time, playing an alien. And ever since then, I've been on a quest to find out if aliens really do exist, and if so, are they here with us? If beings of higher intelligence are here, what is their purpose? Why don't they make themselves more known? Why the secrecy? I've asked these questions to many experts, yet each seems to have a different theory. So I thought to myself, why not ask the aliens directly? So that's what I set out to do. Well, sort of.今日はあやこさん、関野さん、関野綾子です。日本語で逆で関野綾子さん、英語と言うと綾子関野と一緒にいろんな今日話しようと思ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初のちょっと聞きたいのは、はい、ネットでいろんな、バシャーさん、デロエンカチャネリングする、バシャーチャネリングするビデオと一緒に、
入ってる、そういうつなぎで僕彩子さんのことをしてたんですけど、はい、そこのつながり、ちょっとした説明できたら。はい、日本にうんダリルがチャネリングで来たのが1980多分5年だったと思うんですけども、その時に私は本当に宇宙人がいるとかいないとか全く興味がなくて、でも宇宙人をチャネリングするっていうんで、まるでこうエンターテインメントを見るような感じで出かけていったの。でその時にバシャールを彼がチャネリングした3時間のセッションで言ってることは全く分からなかったんだけどあまりにも、30年近く前は地球も眠りが深くて制限も強かったからものすごい角度だったので、高い視点で自由な角度だったんで、ワクワクすることが真実だっていうのがちょっとギャップが時代はありすぎて入ってこなくて、でもそのセッションが終わって1週間後ぐらいに寝ている時に夢を見たんですよね、で今はあれは夢ではなかったのは知ってるんだけど、気がつくとエササニにいて、エササニという惑星で、で多分母船だと思うんだけど宇宙船、宇宙船の中にいて、で私は自分で帰りたいって自分で思って、見ないようにしようみたいな感じだったのね。で後ろに人の気配を感じて振り向いたら絶対ダメだって思って、怖かったですか？怖かったです、とにかく違うことが起きてる感じがして、そしたら正面にこうガラス張りのちょっとこう丸くなった、ずっとこういう宇宙船の中なので、ガラス張りで、そしたら外に何かが飛んでいて、その時宇宙船の中と分かってたんですか？だって宇宙船とかいう発想がないでしょ、私には。じゃあ変なところ、なんか違うところに来ていて、ただ自分の中で帰りたいってただ思っていて、そしてその窓に近づいていったんです。何が外に飛んでるんだろう。そしたら三角形の UFO がこうきびすを返しながらこう飛んでるんですね。それがものすごい数で。宇宙の中、外です。その宇宙船の外、宇宙船の窓から外を見ると三角形の UFO がこう底をこういうふうに見せながらまた上がっていく。で私はそれまで UFO って見たこともないし、ただその時にこれ UFO だと思って、すごいって UFO 見ちゃったみたいな感じで、友達に言わなきゃみたいな感じだった、そしてそのまだ外に後ろに何か人の気配がするので振り返らないで、そしたらこう窓がこうずっと続いていて、左の方に扉が見えたんですね、外に出る扉。それで私はそのまま後ろを振り返らないで扉の方に歩いていったらステップがあって外に出れるようになってたので、外に出たんです。そしたらまるで公園みたいな感じ、グリーンがわーっと芝生みたいなものが広がっていて、水が見えるんですね。だから地球でいうと噴水みたいに見えたのかな、でもね、それがすっごいエネルギーで、体験したことのない体が溶けてしまうようなすっごい気持ちのいいエネルギーなんです、でものすごい平和で調和で、地球の言う平和調和ではなく本当の調和で平和で、だからもう体中の緊張がいっぺんに溶けちゃって、わーっとなって後ろを振り返っちゃったんですね、リラックスして、そしたら後ろを振り返ったらアーモンド型のバシャールがいて、振り返った途端に目に入ってきたのがアーモンド型の
頭の大きなそのバシャールで大きい、こんな大きいですか？いやこのもうね手のジェスチャーその時はねサイズわかんない。その時はね目だけしか分からん、もうすごいインパクトで、はい、もうその時はもう子供みたいにびっくりしちゃって、子供ってジャンプするでしょ、あんまり驚くと、はい、それがものすごいジャンプが起きてびっくりして、そのショックで、私は地球にいる私の部屋に戻ってきて、でパッと目を開けたら天井が見えて、でも私ねその時にこれが夢ではないことが分かっている状態で、ああこれは夢ではない、今まで地球で学校でも大人たちにも教わったことのないことが本当はあるんだって、なんかすごく全部がこう振動して分かっていく感じだった。で体は動かなくてまだ十分にエネルギーが戻ってきてなかったので、ただ自分で10分後には全部エネルギーが戻って動けるようになる。これは夢ではない。ものすごく拡大した意識でいろんなことが今までの地球で教わったことではないことが起きていくことをなんか許してる感じがして、で10分後に体に戻ってきて起きて、でそれが起きてからその三角形の UFO っていっぱいこう上から来て底を見せて上がっていくのを何機も見せてくれたんだけど、三角形の UFO の外にすごく濃い模様みたいにこうあってね、それがすごく印象に残ってたんです。それで私はその頃の時代の地球なので宇宙人に会っただの違う惑星に行ったなんて人には言えなくて、なんか変に思われるとあの時は思ってたので、そうですね、今はもう全然です。でその時に電話をして直樹さんがバシャールのチャネリングの通訳をしてたので、その宇宙船を見たって話をしたら、面白いって言って持ってきてくれた絵が宇宙船の底の模様の絵を描いてたんですよ。だからダリルが自分を通してバシャールが描いてくれた絵を持ってきてくれたの。そしたらその夢を通してエササに行って見たあの絵と同じだったんです。もうそれで私はもう人には説明できないけれど、夢とは何なんだろう、夢だと思っていたことは何なんだろうと思って、でその頃の時代だからこうあんまり人には言わなかったけれど、そういうみたいな経験一切今はなかったんです。全くないです。もう日本の生活してる女の子のもうそうですそうです、もう普通のだから本当に一般の人と、そうです。だって宇宙人っていうことをテレビとかでやっても興味も全くなかったし、エンターテインメントですね、もういるとかいないとかいうのもなかった、ただ私は私を通して拡大していってるので、戻ってきていても拡大した意識で情報を得てるので、もうそれが復活しちゃったので、もうまるで変わっていくわけですよね。なんかであれからじゃあそうですそうです、いろいろそうです。それでそれから考え方とかもう全く変わっていくんですけど、だから常識とかそういうものをそれまでは常識はとても大事だったの、みんなが言うことが正しくて、多くの人が思ってることを同じように言った方が安全だと思ってたのが、じゃあ自分の常識がちょっと変わってきたっていう、壊れたんです、壊れたで困ったそうでも私はなんか確かさがあったから知りたいと思って、あれを夢のままだからもう消せなくて、知りたいと思ったの、本当のことをね。でそれから1ヶ月ぐらいした時にその宇宙が見えて宇宙だと思ったんです、星みたいに見えたから、ところがそれが私の使ってなかった意識だって分かったんです、
それでちょっと怖くなったんですね。なぜなら、こう教わった通りに生きてきてたから、ここを使って生きてきた私が、宇宙みたいに無限に広がってる自分の意識に気がついた時に、それ使ってなかったし、初めてだったし、すごい広いし、制限がないし、そうですね。制限がないことに慣れてないから怖いと思って、そしたら全てがあるというのはものすごい平和なんだってすぐ分かったんです。何が平和なんですか？その宇宙のように見えた私の本当の意識には全てがあるのが分かったんです。だから私の宇宙のように見えた本当の私の意識は全てがあるのが分かったんです。だから全ての情報があるのが分かったんです。地球で教わったことだけではなくて全てが。で、全てがあるというのはものすごい平和なんだって体験したことのない平和を感じて、その時制限がないことに恐怖を感じたんだけど、外に必要なくて、外に探す必要なくて、全部自分の全てがある。全てがもう自分の中。そうです。自分のそんな大きな地球、宇宙までのぐらいの情報が、大きな意識が本当の自分の意識だっていうのが分かったんです。で、それが分かったので、その意識を使ってこの地球に存在をしたいと思った。今までの地球で使ってきた制限や観念や常識を学んだ意識ではなく、宇宙と同じだけの壮大な雄大な広がりと自由さと平和な全てがあるので、ものすごい平和なんですね。その平和な自分の意識でこの惑星に存在したいと思ったんです。なのでそれから私はそれまで生まれる前の気持ちに戻ったんです。そうですそうですそうです、本当にそうです。でそれから私は自分でどれだけ制限を使っていたか、教わったものの見方を使っていたか、常識を使っていたか、それを本当にこう気がついていって、そっちの方を手放すように、自由な意識に戻りたくて、それが始まったんですね。それではいろんなことが私の中で壊れ出して、ここまでだという制限が外れ出して、その拡大している雄大な宇宙意識にこう広がり出したんですね。だから24時間、私は夜寝てる時も、その時起きたことなんだけど、アカシックレコードってわかります？わかります。その情報をなんかこうアクセスして自分を通すみたいな感じで、ずっと言ってるんですよね、私が、その情報を。情報を言ってるんです、実際に。でそれを寝てる時も言ってるから、こううるさくてこううるさいなって起きると自分がこう言ってるだけで、なんだそうだったとまた寝たりとかして、とにかく復活していってたんでしょうね、いろんなことがさ。自分のアカシックですか？それからいや、いろんなこと。宇宙のなんかアカシックだったみたいで、その情報がイメージしたりとか、フィーリングしたりとか、どういうそれが言葉出たり、全部コンビネーションですか？それかどっちかイメージが強くてフィーリングが強くて言葉強くてとか、見えたりして、それがそのまま言葉になったり、つまり映像ってすごいたくさんの情報いっぺんに来るでしょ。そうです。だからそれをそのままこう見ながら、私の中の翻訳みたいに自分でやってるんです。私の中の知っている自分がアクセスを許してダウンロードし、知らない私がいるわけですから、知ってる私がアクセスしてダウンロードを始めて復活していくわけですよね。地球で眠って制限の中にいた私が知らないここで本当は全てがあること、それをこう自分の中に復活させていってる感じでしたね。じゃあ自分
が分かってる、もう理解できるような映像、理解しなかった。理解しなくてよかったんです。とにかく知ってるところが復活していくためのことだったから、その時の眠りの深い私が理解できるような範疇ではなかったので、それはね、私でも自分でも分かってました。今分からなくてもいいって。ただそれがどんどん真実の方がダウンロードされて、そこまで眠ることで真実を入れないようにしてた私が外れ出しているんだなっていう、それは分かっていたんですけど、その時にダウンロードすることをその時の自分が理解する必要はなかったんです。いずれ自分が必要な時には分かってくるというのも分かるし、あと通りをなんかよくしようとしてたみたい。通りパイプの通りをよくする。で結局考えればその後にバシャールがコネクションを持ってきたでしょ、つまり準備段階だったような気がするんですよね、つまり透明なパイプになっていくっていうか、わかります、自分の地球の眠りのスクリーンをかけないで、透明なパイプで高い周波数をダウンロードできるような、だから1987年の7月にバシャールがコンタクトしてきた時に、すごくやっぱスムーズだったんです。なるほど。で24時間も寝たんですか？寝たというかその夢の後、私の眠っていることを割って、真実が高い視点の情報が入りやすくするためのダウンロードが始まったでしょ。それはもう何日も1ヶ月ぐらい、で時々こうやって座っているんだけど、ふっと気を失うんですね、ふっと多分5分とか10分ぐらいでこうふっと気を失うんですけど、ふっと気がつくでしょ、でこれは私が邪魔をしないように、入ってくる情報があまりにも眠りの情報と違うからあれとか、聞こうとしないように、眠った方が邪魔をしないでしょ、アクセスしやすいだから、ふっとやってまた起きて、なんかそんなことを多分1ヶ月ぐらいでもう慣れちゃいましたね。周りの友達とかみんな心配してたんですか？全く人には話しませんでした。なるほど。っていうか周りの友達がそのふっと一人でいる時ですか？一人、じゃあ人の周りにそんな、季節なくなるとかそれはないです。それはなかったですね。起きるのがそうだったらみんな周りに心配かけるんですね。それは私が一人の時だけ起きていたので、それは考えてくれてたと思います。で自分がやばい病院に行きなきゃとか思ったんですか？全くなかったです。大丈夫です。じゃあものすごい信頼が理解してたんですね。すごい信頼がありました。トラストしてました。周りから最近友達全然こう UFO とか信じない人、興味なかった人、最近突然のが来て、こういうダウンロードされて、こういう怖いんで、もう私病院に行った方がいいとかで、だから相談しに来るんです。でも逆転しますよ。逆になりますよ。これからはね。これからは一人一人の意識が拡大していって宇宙に視界を広げるようになるから、起きて OK になっちゃう。そうですね。全然今、本当に気づいてくれる人がこのボックス、この周りが開いてる人が多くなってきたんですね。だって誰もが自由な意識に戻るのはワクワクすることだもん。一人一人が制限を学んだ意識で地球で生きて分離の惑星を作ってきて、みんな誰もがストレスを感じるような生き方を作ってきたけど、これからは本当に無限に対してオープンになって情報を全部自分でそれぞれが取れるようになると、表し方はもうワクワクしたものになるし、全てが自分の中にあるって分かったら摩擦も争いもなくなっちゃいますよね。そうですね。人のものを取らなきゃっていう思いにならないから。デイビッド・アイクさんって知ってますか？彼が結構こういう話の中有名になっているのは、そのトカゲ、爬虫類
のやり方、マインド、生活仕方とか、ヤクザマインドヤクザマインド、ヤクザマインド、三角形のトップの目、アメリカのドラビルの反対に、そのピラミッドのね、ピラミッド、はい、そういうトップで下はみんなそこの上がるためになんていう考え方、やり方で、下みんなそのスレーブになるんですね。スレーブっていうか、わかります。トップの人のために、政治治的なものとか政府とか今まで地球のシステムがそういうふうになって、上が管理して下がついていくみたいな感じでしょ。そうだから上の人がやっぱり一番で勝ってて、それで後の人たちはもうこうそれについていくみたいな感じですね。でついていけないと危ない敵になるっていう。こうピラミッドがこうなって、シンフォニーみたいにこうオーケストラみたいにそれぞれが力を出すような形に変わっていくんですよね。みんなそれぞれの人はイークル、上下はないんで、そのトップの人とか下の人はなくなってみんなは一緒でみんな大事、同じ、ポジション、みんなやってることは大事ですね。だから教育にしても社会に出ても今みたいなこれをずっとシステム化して、なんか右へ習いでそこについていってこの社会を作ってきたのが今全部崩れていってるから、いいことが起きてますよね。いや僕は楽しいです。本当他の人の目から見ると、怖い。捕まり棒がなくなって、でも確実にそれがなくなって捕まり棒としてたものが壊れていくから、やってもやっても今までのやり方が使えなくなるってことを学んだ時に人は初めて立ち止まり、新しい情報を受け入れることを許すでしょう、そこで初めてまっさらになってゼロからのスタート。そうすると発想を許すんですよね、今までと違う発想。そこに向かっていってますよね。そうですね。それが楽しい。それがワクワク。僕はね。そうです。多分一般の人多分、気づく時にワクワクするんですね。そうですね。でもね、きっとルーベンさんもそうだけど、もうそれがね、こう私がそうであったように、本当はもうものすごく雄大な全て宇宙と同じだけ全ての情報を持っている意識が自分なんだって気づいた人たちはもうグランディングを始めてブレがないので、例えば誰かがさっき言ってたように宇宙人なんて変とか言われても、こうブレがないのでこっちの方が現実なので、でもそういう人たちが出てくるから多くの人がそっちに開いていっても安全なんだって学ぶんです。ところが途中の、こう開いた人たちにそのバッシングとかあった時に、変なことやってるのかなってこう揺れちゃうと、その人を見てやっぱり行かない方がいいって思うんです。だから本当に開いてこれは確かなものだって分かっていく人たちがいっぱいこの惑星に生まれた時に、グランディングが始まって、概念、あと制限、リミットを全く使わなくていい意識にで存在する人たちが出てきたら、それもワクワクしていてものすごく簡単にいろんなことをやっていくんです。なぜなら使わないから。発見者とかいろいろ出てくるんですね。制限がないから。制限がないから。今まで発明家が特別だったのが、もう普通の人が発明家になっていく。で、そういう人たちがしっかりグランディングして、今までのものの見方の方が正しいという音に対して全くブレがなく、誰もが自由になれるし、無限の可能性の意識に戻れるっていうことを、そのブレない音で伝え出したら、もうどんどんそっちに移行する人たちがいっぱいになってきます。揺れてるとやっぱりそっちに行くと危ないのかなって思うんだけど、みんなそうなれるよって全くブレがない音を出す人たちがこれから出てくるので、そうするとあんなに
しっかりこう力強く目を覚ましていけるんだったら、自分もその自由な簡単さに行こうってする人いっぱい出てきます。あと子供たちが、もう今生まれてきてる子供たちは宇宙からやってきているんですけど、私たちもそうですけど、もう枠や法則にはまらなくていいことを知ってやってきてるので、学校で制限が来ても全く抵抗して入らないんですね。で、ひょうと簡単にいろんなことを、例えば絵を学ばなくてももう一日でパッて描き始めたり、ピアノを学ばなくてもまるでベートーベンみたいに弾いたり、そういう子たちがいっぱい出てくると、出てくると大人たちがそういうことも可能なんだっていうことをこう受け取っていくんです。だから今言った新しくやって子供を今子供ではないんだけど、やってきたばかりの法則に入らない、小さな人たちと、それから大人たちの中からなんていうのかな、こう権益をオープンにして閉じてたものを開けて、その無限の可能性の意識に戻っていって揺らぎなく立つ人たちが出てくると、もうこの惑星でどうしようって揺れてる、不安がっている、未来が壊れてしまうって不安がっている人が、新しい生き方に転じていっていいんだ、移行していっていいんだっていうことを受け取れるから、そうです。ものすごい安定していきます。じゃあで、綾子さんはそのブレがない人を例えばっていうかエグザンプルとしてみんなに、そうです、ブレないと大丈夫だよっていう、そうです、エグザンプル、例えばそうですね、みんなに見せてるんですね。で、そして私は今その同意をしてそこまで目を覚ましていいっていう人たちに宇宙のクラスっていうのをやって、その人たちが自分つながっていってブレなくなる、そういう人たちが出てくるバックアップっていうか応援をしています。だってそういう人たちが出てくるから、ブレのない人たちが出てくるから、安心感になって開いていきますからね、皆さんね。それとても大事な感じがします。じゃあ例えばそのクラスの中どういうエクササイズをやるんですか？エクササイズというかどういうことをするんですか？みんな日常を自分で現実を作ってるじゃないですか。と自分が例えばがっかりしたり、わかります？がっかりする、がっかりしたりするような現実を作ったとしても、そのがっかりという周波数は地球のものなので外していくんですね。私たちはワクワクっていうエネルギーが本当の自分なので、それ以外のものを、今までは地球でいるっていうのは、私もそうだったけど、眠ってる時は現実が起きると、いいのが起きると喜んで、そうじゃないとがっかりしてって生きてたでしょ。現実で一喜一憂してたのが、目を覚ますことになると今度は逆の使い方で、映し出した現実でがっかりしたり、例えば不安でもそうです、あとそれから力のなさ、そういうものはただの周波数なので、それを簡単に外していくやり方があるんですね。でそれをもう日常の自分が映し出した現実を使って、どの地球の周波数を使ってるかっていうことを現実を見れば分かるので、でそれを簡単に外していくんです。そういうイメージトレーニングとか、メディテーションとか、実際にその形にして重量感をつけて、そして硬さをつけて外していくっていうのを実際にやってもらって、私たちって外に意識を向けて眠ってきたので、外の現実がすごくリアルに見えるんですね。本当に起きてるように見えるんです。ところが目を覚ましていくというのは、外に使ってた意識を自分の方に戻していくことになるんで、そうすると自分の方の広がってる意識の方がリアルになっていき、現実は柔らかくなっていくんです。そうですね。だから日常の自分の作り出している現実を使って、自分が地球でどの周波数を使っていたかを捉えて手放していくんで、クラスは2週間ぐらい空けるの、次のクラス、コースでやるんですね。やっぱり大学みたいなもの、宇宙の大学みたいな感じ。宇宙大学。地球と違うのは制限を学ぶんで、制限を外していくんです。多分僕もそういうクラスみたいに受けてないけど、自分でいろんな勉強して、いろんな情報、いろんなダウンロードで来て、
なんとなくそうですこう、違う見方、その広い目から見ると、自分にね、自分にとって惹かれるやり方が一番合ってます、その時その時の自分に合ったものってあるので、例えば惹かれたところに行くとか、土地もそうだしね、アメリカ旅行したいなって言ったら意味があるし、今日はちょっとゆっくりしたいなって言ったらそれも意味があるし、だから自分のこう体が喜ぶような、心が喜ぶようなことを選んでいくっていうのはすごく大事。だから情報も出会えるんです。英語で、英語のそういうフェリーテイル、ヘンソン・グレド知ってる？森の中こうパンがこう、パンの道こう道忘れないようにこう、餌をこう、置いてくんですね。それいつも僕使ってる。未来の僕がこういう、そうですね、こういう、餌ををこう投げてる。道しるべみたいな、道をこう次はここですよってあなたに向かっていけますよ。たまに動物がこう食っちゃうんですけど大変でもまたよく見ればまた未来の僕が毒がいろんな餌をこうで例えば情報とか今回のインタビューもそうだし、もう全ての出てきてOK じゃあそっちだ。そうです、なんか自分のサインに耳を澄ますのとても大事、だから惹かれることに行動するっていうのは必ず意味があるし、それで出会いもあるし、だから聞けば聞くほどサインも強くなるじゃないですか。そうですね。鈍かったサインが例えば人のアドバイスがあってこれやめた方がいいよって言われても自分がちゃんとそこに振り回されなくて、自分にとってはどうなんだろう、そうです。自分にとっては気持ちがすっきりする、腑に落ちる、ワクワクする、それが真実。ルベンさんが言うようにこっちだよっていう、そのワクワクっていうのがサインなので、それをこう選んでいくとちゃんと自分に向かっていけますもんね。本当のワクワクに耳を澄ますと、そして本当に自分を信頼してその惹かれることや腑に落ちることや体が喜ぶこととか選んでいくとだんだんとサインも強くなってくるでしょ、そうするとその違ったワクワクが、それは違うっていうことが自分で分かってくるので、本当のワクワクは喜びも混じってるので、人を傷つけたり自分を傷つけたりはしないんですね。そうですね。分離の惑星を体験しているので、分離した角度で物を見るようになると違いを見始めて摩擦が起きて、勝ち負けわかります？こっちが、上だ、こっちがあなたが下だ、勝ってる劣ってる、そう三角形のヤクザやり方、それが起きてきて、戦争まで発展するんですけれど、私たちが一人一人が自分に戻ろう、雄大な懐かしいとてつもない平和な溶けてしまうような雄大なワクワクの自分に戻ろうと一人一人が思い出すと、さっき言ったように自分に耳を澄まし始めて、周りの情報に振り回されないで、自分にとってはどうだろう、そうです。そしてちっちゃなものからでいいんですよ。何が食べたいからでいいから、今まではそれでいいよって言ってたのをどうしたいかなって聞いてあげて、こうやって聞くようになるとさっき言ったようにサインは強くなり、違ったワクワクっていうものをいかなくなるんですよね。そうですね。一番最初の質問に戻るけど、デロと一緒に今っていうかたまにやってきてるのはどうやってそこまでつながったんですか？それは1987年の1月にバシャールからコンタクトがあって、初めて私はそのテレパシーで話を始めるわけですね。でバシャールはチャネリングをしてほしい、いわゆる地球の人たちが変わろうとしてるから、僕たちもそういう時代があったからぜひサポートしたいっていうんで、バシャールさんから直接そういう情報が来て、そして私はその時まだ眠っていたので、ほら人の前で宇宙人をチャネリングするっていうのはものすごいやっぱりものすごい時代だ、まだ眠りが深かったので、その時にバシャールが私はその時初めは
ちょっと怖くて、怖いっていうのは人の前で話すのがそういうことを、はい、そしたらバシャールがこうアメリカに私が行ってた時に違うチャネラーを通してやってきて、あなたは失敗すると思ってるんですねって言われて、そうだそうだって失敗したらどうしようと思ってる、あなたは今までも今もこれからの失敗なんかしませんよっていうメッセージがあって、意味は分からなかったんだけど、でも逃げ回ってても仕方ないなって思ったのと、自分が本当の自分に気づき出してるでしょ。でこれを閉じてしまいたくないっていうのがあったので、全部失うことをなんていうかな、覚悟したんです。わかります？覚悟って全部を失ってもいいと思ったの。友達なくても、やっぱりこれが気持ちいい、これ、きっとみんなが離れていくだろうし、でも一番ぶれなかったのは本当の自分を生きてみたい、あの時動き出した本当の自分、その制限を学んでないエッセンス、これが本当の自分だったら地球で、この何とも言えない自由な本当の自分を生きてみたいっていうところが一番戻っていくんですよね。怖さが出ても何が出ても、でそれでやっぱりあの時代を超えてきたんだと思います、それからチャネリングをするようになって、日本で公開でやるようになって、それ時間かかったんですか？そのチャネリング、バシャールさんこうチャネリングするまでの、レッスン受けたとかなんか簡単だったんですか？簡単ではないですけど、もうチャネリングしようということを自分では決めたら、もう全部失ってもいいと思った時に、バシャールとこうテレパシーで話しながら、イエスの時はここで言って、ノーの時はここで言ってとか、なんかもう自分で分かりやすいように彼とこういろいろやって、そして多分さっき言ってた、ほら準備をしてたって言ったじゃないですか、24時間ずっと言いながら、こうどんどんダウンロードしてパイプをクリーニングする、クリーニングをやってたそう本当にクリーニングをやってたんでしょうね、だからバシャールをチャネリングする時にはもうただ自分の今いっぱい使ってた知識やいろんな学んだ法則とかを全部横に置いて、透明なクリアなパイプになって入れるっていうことだけ決めて、それでやったんです、でその時にみんなそうですけど、ハイヤーセルフって高い意識ってみんな持ってるじゃないですか、使ってなかっただけで今までは、その自分のハイヤーセルフを通して彼とチューニングするんですね、だから高い視点のメッセージとか、みんな高い情報に耳をみんな澄ましたりテレビを見たりする人もいるでしょうし、その時は自分の高いハイヤーセルフを使ってアクセスしてるので、聞こうとするだけではなくて自分も高い意識を使ってるんですごくいいことなんですね、高い意識に向けるというのは自分の高い意識を使う、で私はチャネリングを始めたんです、だから彼はエササニではなくて、宇宙船にいたりなんかどんなに遠くいても結局はテレパシーなので、同時期にイメージが送られてきて、私はちょうどお皿を何枚もいっぺんにくれたような情報がいっぺんに来ても、それを日本語でただこう読んでいくわけですね、で邪魔してないでしょ、私自身が横にいる、だから全部透明感でずっと話していって、その時に、横にいるって今言ったんですけど、やっぱり意識して横にいますか、もう完全に、違うそのチャンネルにフルトランスとか、フルトランスとか人によって違いますよ、私はねけど、もともとテレパシーで話していたので、横にいてもちゃんといてね、情報聞いてます。じゃあ、自分で何言ってるちゃんと分かってる、ちゃんと聞いて、オーディエンスと同じように、その情報を聞いて使おうというふうに、そうですね、便利ですね。便利です。いなくなったらもったいないな。その他のチャンネルと話したら、でも彼らが人によってるけど、フルトランス、やり方がね、だいぶ今なんか少なくなってるんですね。フルトランスに入る人たち
チャネリングするのは前と比べてなんかいなくなってるって言われてるんですね。多分一つの見方だけど、フルトランスでないとあまりにも違いすぎてたから、通すことができなかったのが、この地球の意識たちがだんだん上がってきてて、意識が拡大してきてるので、ナチュラルでも邪魔しなくなってるんじゃないかな。そう言われてるんですね。ですよね。電波がそこまでなんていうその間の邪魔する人意識がだいぶこう柔らかくなってるんです。高くなってきて、そうですよね。変わりましたよね。そうですね。すごく変わりました。じゃあそのしばらくチャネリングの2年間やってたんです。1980オープンで公でやったのは88年からやってるから、87年にバシャールと出会って、88年からチャネリングを2年間。だから1990年、1988、89だから90年はもうやめてたんじゃないかな。彼らもそれを望んでるわけね。この惑星でそういう人たちが出てきてほしくて情報をやってるから、聞く人たちを作っていくんじゃなく、使って目を覚ましていくのをバックアップしてるから、私がチャネリングという形じゃなくて本当の自分につながった本当の自分をもっともっと使って目を覚ましていくことをやるのをものすごい喜んでくれて、私は自分でどんどん自分につながることをやっていったので、だんだん開いてきて、その行ったり来たりもできるようになって、そしてその自分の見えてくる戻ってくる知恵や情報をこうやって使ってクラスをやるようになった。そしてダリルとコラボレーションしたのは2008年、ずいぶん後ね。ずいぶんですね。そうですね。じゃあ最近ですね。そうですね。ダリル・バシャーと一緒にやってる。8年とそれから10年と11年。ダリルと一緒にそのステージの上でとかどういう気持ちでしょうかね。コラボレーションする時。そうですね。私はいつもそうなんだけれど、まっさらでいつもいるので、エンプティでクリア、透明でいるので、だから私は次のステップを踏むのも手を離していくんですね。で例えばそのコラボレーションする時には一人でやってるよりもやっぱりチャレンジになったから不安とか、でも久しぶりのバシャールとのコラボレーションだから、なんていうのかな、チャネリングは知ってたことあるしテレパシーでは話すんですけど、その彼がチャネリングしたバシャールとうまくやれるかなとかいろいろ出てきたんですけど、大体不安とか恐怖があるってことはその先に行くサインなので、もっと自分が大きくなれるっていう、つまり扉を開けていくっていう生き方をしてきたのでね、不安が出たら扉を開けて先へ出ていく、だから不安をワクワクに変えて臨んだんです、それでコラボレーションした時にはもうなんかもう一番自分がワクワクすることをしようっていう思いがあったので、もう最高にワクワクしながらやりました。だからもうなんていうのかな、バシャールと私が話す、バシャールが話す、私が話す、もうこれがものすごく共振して大きな電波になって、その会場に包み込むようになって、もう楽しくてしょうがなかったです、でバシャールも楽しんでるのは分かるんです、私とやることが。いや見たら分かる。分かります。もうすごくもう彼がダリルがバシャールをチャネリングしてて初めてのことなんです。立ち上がって、あれはもうやったことがなかったです。でもそれぐらいバシャールはノリに乗って一緒にやるの楽しいね。We just don't fit in again. やってます。1990年91年ぐらいアンドリューさん知ってますか？アンドリューさん。彼もバシャーチャネリングしてたんですね。1990年、91、93、4年間ぐらい。Understand, as has already been shared, I represent a society that, colloquially speaking, lives on another planet. Therefore, you refer to us as extraterrestrial. Your scientists are now beginning to discover, enfolded within your reality, that there are many more than just one dimension of experience. We, in that sense, occupy another dimensional plane altogether.
But for a frame of reference, were you to overlap your reality and our universal reality, we would be located, and again, perhaps this is somewhat arbitrary, but for the purposes of convention, approximately 500 of your light years in the direction you label Orion constellation. Our planet is a society much as your own, with many differences as well. We have in our society embodied unconditional love, peace, acceptance, and willingness to function as a cooperative whole, but not in any way, shape, or form in the cost or at the cost of individuality. Therefore, all individuals still maintain that sense of individuality. But we understand that one concept that is very possible is that there is and can be unity in diversity. Therefore, we relish the diversity and we understand that all the truths that exist within our society are true. And even if they would seem to be at odds, so to speak, with each other, individuals understand as a foundation that all truths are true to the people or individuals that are, in that sense, believing that truth. So therefore, though we may not choose a particular truth, we do not forsake it. And this allows for a style of cooperation. で、その時にバシャールさんが彩子さんのことをよく、そうなんですよね。言ったんです。そうなんだ。1990年ぐらい。そうなんだ。その時に地球の中チャネリング続く3人残ります。で、彩子さんと、デロさんと、ある何人かカリフォルニアとか、場所けど、ちゃんと名前言ったのは多分彩子さん、デロと、あとイルカ。そうです。そう言ってました。言ったんですか。アメリカの公開の時にバシャールが、今もう、バシャールがチャネリングをするのは、3人だけで、ダリルと綾子とオーストラリアかなんかのイルカのなんとかってドリーマーそうドリーマーっていうイルカまだドリーマーはどうなってるんですかねちょっとそれはちょっとわからないですお付き合いがなくて、残念たまにこの江ノ島のどっか会いたいなねでもイルカは全般に高い意識だから、そういう意味では情報いっぱい持ってますよね。そうですね。再来週ハワイに行きますので、そのイルカと一緒に泳ぎに行く。すごい振動しますよ。私も野生のイルカ50匹と泳いだんですけど、もうずいぶん前にね。で、私泳げなかったのに、3時間とにかく岸から離れちゃって500メートルぐらいで足がつかないとこに行って。イルカを追っちゃったんです。こうみんなで、ボート出してそしたらいつの間にか岸から離れて私泳げないのに気がついたらハワイの海はすごい透明で底が見えてすごくて怖くてで固まってそのまま沈んでいったんですよ。でゴボ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 って泡が出てきて、これで死ぬんだなって思ってたらイルカの声が海の中を通してキュインってきたからイルカだってワクワクしたらビジョンが見えて私ゴーグルつけてたんですね。でゴーグルとシュノーケルつけてたんです。でそのビジョンが見えて私がそのゴーグルをこういうふうにして浮いてる絵が見えた。それがイルカから教えてもらったんですけど、それで私は沈んでいってたのがそうすればいいんだって言って浮いてそれで助かったんですけどね、でそれからイルカたちがずっと迎えに来て一緒に泳いでイルカが両方に挟んでくれてテレポートしたんですよ。イルカ2頭しかいなくてもうワクワクがもう全開してて子供みたいにお友達よねって言ってたら気が付くと前後左右下50匹に囲まれたんですけど、その群れに入っていったんじゃなくて本当に2匹だけでいたらいっぺんにボワッと変わったんですね。でそんな風にして遊んでくれてそれもすごいいい体験だったので行ってきてください。イルカは
楽しんでると楽しんでですね、寄ってきますから、じゃあ楽しんでいきます、そう笑ってると寄ってきますから、はい、バシャールたちの情報で4年後にはその地球の人たちの多くの人が夢の次元の方が現実だということを知ることになるって、それを聞いた時にたった4年でそこまで行くってことはこの4年の加速はすごいってことでしょ、だから私は今その夢の次元が私にとっては現実なので、朝起きてもその次元のままここにいますので、だからもう何でもやりたいことができるっていう状態でいるのをこう伝えていきたいし、そしてその生き方が本来の姿なんだって、自分の夢の次元、どっちみちルベンさんがつながればつながるほどその高い意識に戻っていくから、あ、何でもできるんだって意識に戻っていくので、その意識でそのさっき言ったパラレルワールドを移行するように、映したい現実を映してるところに移行してっていうゲーム感覚なんだけど、いや全然もう、それゲームの機能コントロール分かってきたら、ゲームですよ。そうです。だからゲーム感覚で自分がそれを映し出してる惑星に移行してそれを体験する、目を開けて夢を生きるという時代を迎えられるってことです、ただみんながゲームやってるのを忘れたんです。眠ったゲームをやってるのはもちろんです。ゲームに張り込みすぎてゲームやってるのを忘れて、今もうゲームやってるんだよっていう気づいてるところです。でゲームやるんだったらコントロール、自分が好きな周波数を入れて、ね、なんかね、だんだん私たちが自分につながってくるとズームを引けていって全体像を全部見えれるようになって、それで今言ってたようなルベンさん、こっちにはほら迷路を上から見ると出口が見えて誘導できるでしょ、あれと同じでズームが引けて高いところから見るようになると、こう物理次元を生きてる自分に、そっち行くとあれだからこっちだよ左だよっていうふうにこうハイヤーセルフが声かけられるようになるんです。私もこの間クラスをやった時に宇宙連合がやってきたんですよ。バシャールも一緒にやってるので、こう宇宙連合Association of Worlds、それでもう意識、今言ったように集合意識なので、もうなんていうのかな、すごく近いというか、もう一体になっていろんなことができて、地球で眠っている人にこうするといいよこうするといいよっていう、私もこう自分につながればつながるほどこうすればいいっていうのが見えてくるので、一緒にやるとすごい楽しくて、ちょっとこの間それをやったなって今思い出しました。話を聞きながら、だんだんこう集合体でみんな参加してくるので、そうですね、一個体じゃなくて、どうして UFO いっぱい出てきてるのに彼らがやってこなかったかっていうと、深い眠りだと分離が起きていて、すぐ戦おうとするの、恐怖を使うのね、だからもし姿を現して戦われたら、それをしなきゃいけないでしょ。で、そういうことを起こしたくないから怖がらせないように遠くからだった、でもこうして徐々にみんながこう波動を上げてきて、今やっと視界にいずれ宇宙連合に入るという10年後、そういうのが入ってきて、若い人たちはもう準備がしていて、だから待ってた、準備する。そうです、本当待つしかない。自分たちも頑張ってできるまでやるけど、でも本当の時間で変わって、その惑星の人たちがね、意識が高くなるのをね、そうですね、スピードが上がってるから、もうこの 1,2 年で早ければ今年の末か来年にはなんかもうオープンになるみたい。そうですね。ほとんど一般の人今話するとそんなにおかしくないなと。それはもう変わってしまった、でもオープンしてからの変わり方がすごいの、きっとそうだろうなってみんな宇宙人いるだろうなぐらいまでは受け入れられるんだけど、実際にいるっていうことを知ると分離を学んできてるから、こうやっぱ拒否反応って一時出るのね、でそれがやっぱり崩壊していく。だから結局は一つに戻っていくために分離をこう外していくんだけど、そのショックがある意味ショックなのね、それは実際にあるっていうのは、そのショックはいいショックで、さっきのと同じで、やっぱり古いものがこう外れてこうであるはずだっていうのを外していく必要がある、でそういう意味ではすごいやっぱりそれが起きてからが変化が早い、加速する。そのショック
私は実際見てショックは受けたけど、早かったんですよね。あまり長くショック、何日間とか何ヶ月間ショックのまま。私ですか？もうその場で。私はその宇宙船で行って帰ってきた時に自分の中でこれ夢じゃないっていうことを自分がなんかこう確信できたので、起きたことにショックはあまりなかったね。でみんなそうだろうけど、自分がこれ真実だなって自分で思えたら、人に言われて真実だよって言われてそうなのっていうのと違って、これはもう本当に真実なんだなって分かったらブレなくなるので、受け入れるその準備を始めるよね。もちろんその人が主人公だから、その人がそうしたいと思うから、ゲートを開けていってそういう情報を入れ始めるでしょ。でそれが今のはこの地球という惑星では逆転するぐらい受け入れ体制の人がもう逆転して増えていくところに来ちゃってるので、これからの変化っていうのはショックはショックだけどね、その実際にいるってことを知ると、でもそれは昔私が体験したようなショックと違って、なんだろう、未来がすごく良くなっていくんじゃないかなっていう、電波ももうすでに子どもたちから、そしてまた目を覚ました人たちから出てるので、安定があるのね。地球に誰もそういう人がいないとみんなショックでショックしかないけど、安定した人たちがブレない人たちが、さっき最初のうち言った、そういう人たちが出ていると、一時的にショックでも、大丈夫なんだ、このことはなんかショックに受け取る必要ないんだって学ぶのが早い。そういう人たちがいればね。そうですね。いないと大変だけど、アンテナみたいですね。電波を受けて、僕らもそういう電波を出してるんですけど、だからじゃあ実際ディスクロージャーになるときに、そんなショックみんなならないと思いますか？ある意味ではすごく深く眠ってる人はショックを受ける、だから度合いが違うでしょ、すごく深く眠っている人でもう見たくないと思う人はすごいショックになるでしょうね。それを聞きたくない、でもある程度開いてきた人はやっぱり自分でやっぱり選ぶ時を迎えるのね。なんかどうしようかな目を覚まそうかな、それともまだちょっと楽しもうかなっていう、こういうどっちに行こうかなという人たちにはいいショックなので、そうですね。もう選ばなきゃいけないんだみたいな、で選べる。それが起きる感じです。でその深い眠られる人、眠りを選んでいる人は、例えばストックマーケットとか経済そうですね、一番トップに政治的な人とかケミカルの作ってる人たちとか、何をやってるかというそれ別によりも、その深く眠っている人たちにとってみればそれもチャンスではあるんだけれど、やっぱりすごいその深い眠りの時にはショックのやっぱ強さみたいなのがあるかもしれない、でもちょっと時間がかかっても、さっき言ったように周りがそれを受け入れる人たちがね、自然にそれはもうこれからはすごく良くなるんだよみたいな波が起きたら、なんかすごい恐怖感でいてもそうなのかなってなんかするチャンスになるから、やっぱり立つ人たちが、ほら例えば飛行機に乗っててタービュランスがあって、もうすっごいタービュランスの時に乗務員をみんな見るじゃない、こうやって大丈夫なのかなって、その時に乗務員が大丈夫って言ってたら安心しているでしょ、それと同じように起きたことに収拾がつかないことが起きた時、それがもう真実を知っていて、もうこれは最高にいいことになっていくんだって知ってる人が出す電波っていうのは、やっぱり招待状だし、ましてやこの地球この宇宙の家族たちがみんなで応援してるから、安定だから、そういう人がもう出てきてるので、子供たちもそうだから、すごくそういう意味ではこの惑星は準備ができたから公になる、なんかね、私はこう思うのね、真実の音ってね、例えば知識の音と違って、知識だと、大丈夫大丈夫未来は良くなるからって自分が思ってないのに、大丈夫自由になっていいわよあなたって言っても説得力がないのね。わかる？説得力って、だけど本当に知っていて、
もうこれからすごく良くなるよっていうところから動かない音というのがやっぱり安定させていくじゃない。まあワクワクの話に戻るで、自然、結局自然の中は全部ワクワクするわけじゃないですか。あんまり考えすぎなくて、木がそのまま、植物、自然の中っていうのは例えば森とかそういうこと動物とか、みんなワクワクで作っちゃうんですね。こんな、形とか何も考えなずで、もしそういうバコンでなったらそのまま違うところに木とか草とかそういうことを言ってるの。そう。それと同じように。でもこれはね、観念で咲いてるの。私はユリだっていうふうに思ってるから、種からユリを出すの。だから全く無邪気で、全く観念を学んでないかっていうと、植物は、土の中はいっぱい観念が、地球の周りも携帯の電波が見えないけど観念がいっぱいこう電波のように、ラジオの電波に、だからそれを拾って、植物が例えばトマトはトマトになる、一つの種から3つするとか、そういうのでなってるから、植物が全然全くそういう観念がなく咲いてるわけではなくて、やっぱり地球での植物なので、土の中で観念を学んでそれを姿に形にしてる。だからそのバコンバコンってみんなが地球の人たちが中心に戻ってきたら、作り出すもの、つまり電波が変わるんです。今まではみんなで制限とか法則とか観念を、こんなこと起きたら不安だよね、そういうのを話しながら共振し合ってこの惑星を作ってきてるでしょ。でもバコンバコンって中心に戻る人たちが出てきたら、ものすごい調和の音を出すようになるし、自分が完全でどんなにでもなれるってことを知っていくと、ものすごく無常の愛に戻っていくので、その意識で作り出す文明も変わるし、あときっと地球中にあった周波数がすごい強い観念が柔らかくなって、逆にどうとでもなれるエネルギーが出てきたら、植物なんかもそれを受けて違う形になったりもすると思う。それで答えになってます。そうですね。ありがとうございます。失礼いたしました。じゃあ今日思ったより長いインタビューになったんですけど、楽しかったです。とてもよかった。いい情報いっぱい来たんです。よかったです。私もルーベンさんからコンタクトがあって、パーフェクトだなと思ってとっても嬉しかったです。こっちも受けてもらってありがとう。ルーベンさんがやってることは素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。